参戦だったため勝利を挙げることはできませんでしたが、レースを通じて開発された技術はレースに直結し、ホンダに数々の勝利をもたらしました。また当時は主要3メーカー3社が全日本選手権を戦い、レースを盛り上げ、スター性のあるライダーの出現などもあり、バイクブームが沸き起こりました。
今、走行させましたのは、1985年型、ゼッケン8番、当時のホンダワークライダーを務められました、我々の大先輩ですね、阿部孝夫選手の、マシンでございます。NS は1982年にですね、世界グランプリに1979年より復帰しましたこのホンダレーシングチームが、それまでの NR500、4ストロークに続くグランプリマシンとして開発し、世の中に発表したものでございます。当初はプロモルのスチールフレームのプロトタイプを経て、この現在ご覧いただいているこのアルミフレームに進化してまいりました。フロント1気筒、後ろ側の V バンクは2気筒の、合計3気筒の V 型エンジンは、その当時世界グランプリでは4気筒の、パラレル、もしくはスクエア4のエンジンが主流の中、この3気筒で世界グランプリに挑むというホンダの新しいチャレンジになりました。この3気筒にしたことによるメリットは、まずは車重が軽くなります。そして、多くのグランプリという現場でのこのエンジンのメンテナンス性、精密性の向上を図ったというふうに言われています。先ほど言いました1984年型のゼッケン1番つきました NSR504 気筒は、これのフォーク型になりますが、今改めてこの NS503 気筒になりますと、大変下のトロブルがあって扱いやすい。そしてフロントは当時16インチホイールタイヤは多くのライダーを悩ませましたけれども、今乗れば大変非常に乗りやすい。事実、当時一番最初のこの16インチを経験したライダーたちは苦戦をしましたけれども、それも少し時間を重ねることに高い戦闘力を出していくわけなんですね。NS500 はこれはワークスマシンでございますけれども、これとほぼ同スペックの同型モデルの RS500 というグランプリバイクが当時販売価格500万円、日本国内の価格でございますけれども、それで販売されまして、世界グランプリ、そしてまた日本国内の多くのグランプリライダーのプライベート勝ち抜きマシンとなって愛車となって活躍しました。この3気筒は最終型ぐらいになりますと、1988年、89年型ぐらいになりますと、ツイスパーフレームになりまして、結果的な1990年代の初頭ぐらいまでですね、このマシンが活躍する形になりました。ホンダが世の中に放ちました、このグランプリバイク市販 500cc マシンのワークス版、これはゼッケン8番の阿部孝夫選手、全日本選手権で活躍しました HRC のワークスマシンでございました。今日は今、1万1000回転ぐらいまで回転を見ました。この3気筒のマシンはコレクションホールに数台ございますけれども、そういった意味ではこれはワークスバイクの1台でございます。ただそのエンジンのライフ寿命などを考えますと、これ以上あまり走行させずにですね、どちらかというと温存しておいた方がいいのかなという、ツーストロークとしては少し距離を走った感が否めないマシンでございました。特に今回はこの足回り、車体関係、そしてエンジンに何か新しいものを導入したわけではなく、基本的なコレクションホールを守っております、定期的な動体走行を今日は行いました。非常に全体のバランスとしてはいいというふうに感じております。フロント16インチ、そしてリア17インチでございますけれども、フロントの16インチのタイヤがシャンシャンも数少なくなってまいりましたので、これからはこういったタイヤをどのようにキープしていくかといったところも、我々の一つの課題になっていくのではないかと思っております。ありがとうございました。